皆さん、こんにちは。小永と申します。今回紹介するビルドは、ヒート芝トルネードショットデザインですね。コールド TS3.20 で紹介したビルドガイドのリメイク版となっています。もしかしたら前回リーグスタートでトルネードショット、コールドトルネードショットですね、をやっていた方いるかもしれないんですが、前回のリーグスターターのビルドガイドでは、メインの6リンクは、TS、サブの6リンクを TS バリスタトーテムを使ってシングルターゲットを上げるっていうような形にしていたんですが、前期から実装されたマナフォージドアローサポートがですね、非常に優秀ってことに、リーグ始まってから気づいたので、今回大きな変更点として、サブの6リンクにマナフォージドアローをサポートを使用しているという点が大きくなっています。マナフォージドアローの登場にこのユーティリティ性能ですかね、を伸ばした TS がこうだんだん出てきたのかなと思ってるので、今回紹介するのはマナフォージドのサポート搭載型をメインに紹介します。もちろん、前回使ったバリスタトーテムなども使えるので、そちらを選んでもいいですし、今回のマナフォージド型と言っていいんですかね、をやってもいいと思います。ヒート芝やトリニティに関しての説明は前回の動画を見てもらえるとより理解が深まるので、ここ詳しく、エイルメントスレッシュホールドとか、詳しく説明しているので、前回の動画をご視聴ください。では、早速、大きな変更点のジェム紹介をしていきましょう。基本的なジェムの構成は特に変わっていません。メインとオーラですね、ムーブメントスキルだったり、マーク、あとはガードスキルだったり、キャストネスポータル、もしくはフロストブリンク、リブリンクアローなんかを使ってもいいですね。そして大きな変更点がこの 6L のマナフォージドユーティリティですね。前回はバリスタトーテムを立てて戦うという形だったのですが、今回はマナフォージドアローサポートを使ってメインのトルネードショットを複数回使うと、サポートされているエンシナリングアローですね。これを勝手に打ってくれます。そしてエンシナリングアローにサポートしてあるパワーチャージオンクリット、カリングなどによって、このハートを離すパッシブツリーを7ポイントほどね、完全に節約してくれます。また、エンシナリングアロー自体にもデバフ効果があって、スナイパーズマークのような相手のプロジェクタイルダメージテイクンが大きくなるような効果があります。さらに、エンシナリングアローにキャストオンクリティカルストライクをサポートすることで、このトルネードがですね、勝手に打たれてくれますね。これ今までは、前期はクルーシブルツリーパッシブとかでできたんですが、それまではアセナスの、頭ですね、などを使ってこう自動化していたんですが、今回からこのキャストオンクリットでトルネードショットがあることで、本来当たらなかったはずの矢がトルネードにチェインして敵に当たるということで、シングル DPS をね、大きく底上げしてくれます。これがざっくばらんなジェムの構成の紹介ですね。詳しくはPOB を参考にしてください。次にスキルツリーとなっています。このツリーはおそらく普通の弓ビルドのツリーですね。だいたいみんなこんな感じだと思います。ただ、マナーフォージドアローのおかげで、パワーチャーに必要なですね、ストームライダーと呼ばれるミディアムクラスターのパッシブ、ノータブルであったり、マークのクラスターのこのカリングストライクですね。これを取らなくなったことで、この上のゾーンが大きく取れるようになっているという形になっています。上のゾーンは、ライフも積めますし、インスタントリーチもあるし、このマークエフェクトじゃないですね。マークがさらに強力になるというようなものもあるので、ダメージもあってディフェンスにも向いてる。このような形になってます。といってもディフェンス面はお察しなんですが。アセンダーシはこのような感じで、リコシェを採用しています。最近弓ビルドでこうファーショットを取るような棒ビルドが多いんですが、個人的には低予算のトルネードショットに関してはリコシェを取らないとクリア速度が落ちると思います。実際プレイしてみて、ファーショットの時とリコシェの時ですね、全然違いますね。なので実際試しかめてもらった方が早いかもしれません。ライトニングアローであったり、アイスショット等の弓スキルは、そもそも一つの矢で複数の敵にヒットするっていうスキルなので問題ないんですが、トルネードショットは、基本的にはその貫通しないので、その手前の敵にしか当たらず、矢の本数分しか当たらない。パックを処理しづらいんですね。なので、リコシェがあると、もう矢の本数分かける2倍の
パックを処理することができて、後ろまで処理してくれるという形になっています。また、先ほど紹介したトルネードとのコンビネーションで、それはチェインがないと、本来当たらなかったはずの矢がチェインして当たらない。つまりシングルターゲットの DPS が下がるんですね。このリコシェがないと。ファーショットの分で上がるんですが、リコシェの方が優秀だと自分は思っています。そして、序盤に取るべきキーストーンのポイントブランクですね。序盤のシングル DPS を補ってくれます。個人的にファーショットのフォビドゥンジュエルを取るまで、これ使ってていいと思います。クリアリングに関して、ポイントブランクのデメリットも特に気づかないレベルで、シングルターゲット、特にボス戦ですね。ボスのメカニクスが分かってる相手だと近づいて倒せるので、全然恩恵が大きいですね。実際、ポイントブランクの恩恵がある範囲っていうのがあるんですけど、これコンフィギュレーションを上げると、どんどんダメージが下がっていくんですね。で、この10、ユニット10ですね。ここ10までが最大ダメージが出るっていう形になっています。そして、このポイントブランク取るとですね、今 2.7 ミル、2.8 ミルなんですが、それがどのぐらいの距離かというと、35ですね。ユニット35となると、1、2、3、35。だいたいこの位置ですね。この位置だと、ポイントブランクをつけてもつけてなくても、大体同じになって、これより内側だと、ポイントブランクの恩恵を得られるという形になっています。で、これより後ろだと、ポイントブランクのレスダメージが効いてくるっていう形ですね。ただ、このポイントブランクのレスダメージ、本当に気にならないレベルですね。60離れていたとしても、60ってこの辺なので、大体、この辺にはいるだろう。そして、特に足が速いエッセンスなんかですね。特にレアモブでヘイスト持ちなんかのやつは、もうここまで距離を取るのがそもそも難しいっていう状態で、もう敵が追いすがってきて、この内側に入ることが多いので、しかもそういった敵は得てして硬いものなので、個人的にはこのポイントブランクはもう常に取っておいて損はないかなと思っています。以上がバジェットのスキルツリーとなっています。次にアイテムですね。アイテムはユニークが多めで、レアアイテムも基本的にエッセンス等で作るものになっています。それぞれエッセンスプラス1モッドプラス1クラフトみたいな感じにしてます。弓と筒なんですが、前回の動画ではコンテンプトエッセンスを使って、スパムしてたんですが、実はフラットゴールドの方が強いということに気づいてですね、これヘイトレッドとサファリング、アドコールド、アタックスがついてるんですけど、この2つで回すと、より強く、しかもコンテンプトちょっと高いですからね、より安く作ることができます。あとは大体いつものユニークで、ヒートシバー、フリム、ソロ、ヨーク、テーミング2つ、そしてビスコベルトとなっています。高いユニークがテーミング ×2 とヨークですね。この3つがこのビルドの中で一番高いかなと思っています。ただ前期はもうライトニングアローが猛威を振るったので、非常に高かったんですが、多少前期よりは安くなるかなと思っています。前回はリスラーサーコイルを使ってダメージを伸ばしていたんですが、このランページのビスコーズリーシュですかね。これが非常に優秀で、クルシブリーグでこのランページ付きの武器とかを使ってた人、わかると思うんですが、もうランページって非常にマッピングで強力になっていて、もう弓ビルドでランページなしはちょっと生きていけないような体になってしまったので、今回ベルトでビスコを採用しました。もちろんシングルターゲットを求めるのであれば、リスラーサーコイルでもいいんですが、これ前期ね、ワンディバインとかリーグ初日、2日目とか3日目したんで、ちょっとビスコ数 C しかしないんで、こっちの方がおすすめですね。そして序盤にシングルターゲットの DPS いらないので、はい、ビスコを買った方がいいと思います。デュエルはマナリザーブのクラスター3パッシブで、ノータブルはサブライムフォーム。グレイスのマナリザベーションエフィシェンシを上げるものですね。これはエレメンタルレジがつくので、これを取ってください。デュエルにはライフとおそらくインテリジェンスが必要になるので、この2つですね。このデュレーションはなくてもいいです。ただあったら、よりフリーズしやすくなるという形ですね。フラスクはジェイド、ダイヤモンド、アメジスト。これアメジストの枠は正直何でもよくて、スティブナイトのモアイベージョンであったり、フェイジングのクォーツですね。っていうのもいいと思います。
サフィックスは、クリティカルチャンス、イベージョン、アタックスピード。これらを取ってください。そしてライフフラスクは、いつも通り、インスタントリカバリー、ウェンオンローライフと、ブリード、ブラッド、イミュニティですね。これを絶対つけてください。そして、クイックシルバーなんですが、このロットガットと呼ばれるクイックシルバーを使っています。このユニークのクイックシルバー何が強いかって、これを使用した時にフレンジーチャージを使って、その数かける3秒のオンスロートをゲットできるんですね。で、このビルド4つチャージがゲットできるので、最高12秒間のオンスロートが得られるようになります。オンスロート、オンキルなんかは別のところで取れるんですが、このフラスコがあれば、オンキルじゃなくても、普通にフラスコを使うだけで、オンスロートがゲットできます。そして細かいことになるんですが、このフラスコを自動化するときに使うエンチャントですね。これらが、ちょっとこのクイックシルバーに関しては変えた方がいいと思っていて、大体みんな use when charges full、チャージ溜まったら使うっていうようなやつにしてると思うんですが、これをそのエンチャントにしてしまうと、常に使って、フレンジーチャージを消費してしまうっていう欠点があるので、このフラスクに関しては、フラスクエフェクトが終わった後にまた使うっていうエンチャントを使った方が、より効果的にフレンジーチャージ4スタック溜まってくれるし、オンスロートもね、これ12秒あるんで、フラスクチャージ、フラスクデュレーションですね。エフェクトデュレーション中は、絶対オンスロートがあるっていう形になってるので、そのエンチャントをつけた方がいいと思います。めんどくさかったら全然そんなことしなくていいんですけど。それと、最近知ったんですが、このプレフィックスのフラスクチャージウェンクリットですね。これ知らなかったんですけど、全フラスク共通に CD があって、0.1秒ごとに全フラスク中の1チャージしかもらえないっていう、これ全部にそのプレフィックスがついてるんですが、0.1秒ごとにこの4つのうちどれか1個の1チャージしかもらえないっていうクールダウンがあって、今まで使っていて全く気づかなかったんで、あんまり気にする必要はないんですが、一応補足として付け足しておきます。ただ本当に気にする必要がないですね。本当ボス戦ぐらいでしか多分起こらないですし、ボス行ってても正直気づかないようなものなので、気にしなくていいですね。というのがバジェット TS の POB でした。次にミッドバジェットの紹介をします。パッシブツリーと、スキル構成が若干ね、違ったりするので、これは確認しておいてください。で、大きく変わってるのはアイテムですね。ボディアーマーにヒーサーイヤーやったり、ジュエルにインスパイアダーニング、ウォッチャーズアイ、ラージクラスターなんかを追加しています。基本的に自分でクラフトするものは、この弓ですね。弓とグラブなのかなと思っています。その他、ブーツだったり、フィーバーであったりは、もう買っちゃった方がいいかなと思ってます。こちらが弓クラフトで、プレフィックス2つで、プレフィックスノットビーチェンジとエイズリン。で、フィジカルのプレフィックスを引いた後に、プレフィックスキャノットビーチェンジで、クリティカルリフォージですね。をしてくると、クリットマルチであったり、クリティカルチャンスが出てきます。で、クリティカルチャンスがなければ、クリティカルチャンスを入れて、クリティカルチャンスが出れば、アタックスピードをつけると完成になります。グラブはインカージョンモッドを、レジを変換してですね、ダメージアゲンストチルドエネミーをゲットし、サフィックスキャノットビーチェンジですね。そこからビルドケオスでマナーブロックをして、できればライフ、もしくは最高なのがフィズ2コールですね。ここではなぜか引きました。はい。ライフをクラフトして、フィズ2コールドの、クラフト。そしてインプレッシュっていうのは、エルドリッチインフェンスをつけて終了となります。以上が弓のクラフトとグラムのクラフトになります。この中でアップグレード順とするならば、これらの順番かなと思います。インスパイアドラーニング。これは絶対に一番最初ですね。一番コスパが高いと思います。そして、ダイイング3。ダイイング3、2アディショナルアローでクリアリング非常に速くなるので、IL と組み合わせると、より速くクリアリングできますね。そして各種ジェムですね。エンライトンも追加されてたように、オールドクオリティのジェムであったり、ちょっと高いジェムを買って装備してください。
アウィークンドジェムなんかもありますね。その後、ウォッチャーズアイと、ラージクラスターですね。この2つは絶対セットにしてください。というのもですね、先ほどまでバジェット帯だと、ここのクラスターを取っていたんですね。で、ここのクラスターが非常に大きいクリティカルチャンスをくれると。で、この5ポイントですね。この5ポイントを使ってクリティカルを上げていたんですが、まずインスパイドランにはここにソケットしないといけないので、ウォッチャーズアイが付けられない。ってなると、この浮いた5ポイントで何ができるかって言ったら、ちょうどこのラージクラスターが付けられるんですね。なので、ここにウォッチャーズアイをはめる。というような形でいいと思います。その後、ヒリスアイや、買ってもらって、弓とか、フィーバーとか、あとは腕ですね。この辺は本当、いつでもできるときにお金が余ってたら、常にアップグレードしてください。また、序盤に、アボイドエレメンタルエレメンツ100%が欲しい方は、このアンセストラルビジョンと呼ばれる、このサプレスの半分がアボイドエレメンタルエレメンツになってくるっていうジュエルを使ってるんで、これと、ブーツのこのインプリシットですね。これちょっと大変なんですけど、これパーフェクトのアボイドエレメンタルエレメンツをつけてもらうと、エレメンタルエレメンツが無効化になります。すごい駆け足になってるんですが、ここまで来たら、おそらくもうみんな作り方とか、アップグレードの仕方はね、分かってると思うんで、ここまでミッドバジェットの POB 説明となります。最後にちょこっと説明すると、これが、オムニ TS ですね。オムニヒート芝の TS のビルドとなっています。これ、非常に高額なので、ちょっと、本当にミンマックスですかね。したい人は、こちらに行ってもらって、ただこれまだ、メイジバット使ってないので、メイジバット使ったらまた一段階強くなります。ただ、メイジバット抜きでやるんだったら、ここら辺が限界かなというラインですね。ここで一応レイジがついてるので、このブラッドレイジですかね。ブラッドレイジどっかについてるんですか？これバーサークですね。バーサークつけたら、もっとダメージ上がるんですけど、これちょっと盛りすぎかなって思ったので、これ外しておきました。ライフもね、そこそこ上がって、ディフェンスエフェクティブヒットプルも上がって、ダメージも約2倍までになってるので、これ非常に強力になっています。で、もしミッドバジェット以降もこのビルドプレイしたいよっていう方は、このビルドを参考にしてもらえれば、もうさらに。もしビットバジェット終わって、じゃあもうどうしようってなった時に、これオムにお金あったらオムに行くとかでもいいですし、ヘッドハンターであったり、メイジバット行ってもいいですし、もう一つのね、オプションとして用意しておきましたので、興味があれば使ってみてください。で、このオムニの装備があれば、おそらくウーバーボスも全然倒せると思うので、ウーバーボスやりたいって方は、オムに行ってもいいんじゃないでしょうか。もちろんね、デリ100%なんかもできたりすると思います。レベルに関してはいつも通り、このようにアクト1からアクト6ですかね。が全て記載されていて、序盤のレベリングはライトニングアローを使って、ライトニングアローとアーティラリーバリスタですね。この2つを使ってレベリングしてもらいます。その後ですね、マップに出た後ですかね。いつトルネードショット使うんだってなった時に、ロックリンクがあったり、もしくは、いい感じのこの PDPS だったり、スパイン棒にこうヘイトレッドとかコンテンプトエッセンスをやって、クラフト、インクレスフィジカルですね、99%でやったり、T11 になると129%までのクラフトが手に入るので、その時点でトルネードショットに変わるのがいいと思います。その時点で必要なのがフリムソローとヒート芝とディスコですね。この3点。で、その後、テーミング1から2とヨークを買ってもらって、このビルの完成っていう形になります。リーグスタート時は、アクトが終わったら、ハイストに直行してですね、カオスレシピを回して、必要なユニーク、このタビラだったり、コラプト6リンクだったりを買って、もうすぐトルネードショットに移行することもできるので、それでもいいかなと思います。また、テイミング、もう本当に序盤ですね。リーグ始まって10時間ぐらいですかね。までの間であれば、テイミング非常に安価に買えるので、ヨークもそうですけど、ちょっと頑張れる人は、アクト終わったら、ハイストコ持って、この3つ全部買って、もう、方法アップグレードいらないぞ、もう、バジェット完成だみたいな状態で行くと、バンディットはいつも通りみんな倒して2ポイント取ってください。
パンテノンはいつも通り、フリーズイミュニティのフラインキングを取ってください。ただ、このミディアムバジェット言った通り、アボイドエレメンタルエイルメンツ 100% 稼げるので、その後は、ルナリスだったりを取るってのはいいと思います。サムのパンテノンは T14 以降のエルドリッチインフルエンスによって、コースティックグラウンド、もしくはバーニンググラウンド、これらを無効化するものを選んでください。もしくはカースエフェクトだったり、フラスクチャージですね。ライフフラスクチャージはボス戦の時とかに強いので、取っておくといいかもしれないです。で最後に、今回紹介した、ヒートシバトルネッドショットですね。リーグスターターとして非常に優秀なのはもちろん、リーグ後期のですね、ウィーク1であったり、ウィーク2、もしくは1ヶ月後でも遊べる、投資しがいのある、非常に優秀なビルドとなっているので、初めて触るっていう方は、もう序盤からリーグスタートからヒートシバトルネッドショットを触って、投資ね、できるのであれば、ガンガン投資してもらって、さらに強くしてもらいたいですね。また今回のリーグでサンクタムの小入りが決定したので、サンクタム実はですね、ノーヒットランというものがありまして、このノーヒットランを一番最初にクリアしたのが、このトルネードショットのビルドとなっているので、もしサンクタム回りたいって方がいたら、このビルド多分強いですね。多分っていうか絶対強いですね。なので、サンクタム回りたい方にもおすすめですし、今回のアンセスターリーグですかね。このリーグ要素も、広いエリアでこう敵を倒すっていうような形になっているので、このトルネードショット、防ビルですね。全般的に言うと強いカテゴリーになるので、もし今期のリーグメカニクスいっぱい触りたいなって方がいたら、このトルネードショットもおすすめです。このビルド、バジェット、ミディアムバジェットともに非常に柔らかいキャラクターで、マップ回ってたらワンパンで死ぬことも多々あるので、スクイッシーな柔らかいキャラクターだけど、このクリアリングの速度と爽快感のあるプレイスタイル。そして今回はね、マナフォージだろうということで、ワンボタンでプレイできるっていうことで、非常に楽にプレイできて爽快感のあるキャラクターになっているので、そういったプレイスタイルが好きな方はトレードショットで今回のリーグを始めてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。リーグスタータージョンにはね、Twitch で配信しているので、もしよろしければ来てください。それではまた。